皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、韓国の首都ソウルが世界で一番ひどい大気汚染の街になったことをお伝えしようと思います。この影響をもたらしているのが、中国で発生している黄砂の影響です。日本にも飛来していますよというニュースは皆さんもお聞きしていると思いますが、発生源である中国よりもむしろ韓国の方がよりひどい状況であるというのが一つ面白い点だと言えます。一体韓国でどのようなことになっているのかニュース記事を見ていきましょう。マスクをしても喉痛む。中国発の黄砂でソウルの大気汚染世界1位に。マスクをしても喉が痛む。29日、多くの市民がこのような悩みを訴えた。モンゴルと中国で発生した黄砂が韓国を襲い、ソウルの粒子状物質濃度は非常に悪いの基準を4倍も超えた。ソウル市はこの日午前5時、粒子状物質警報と微小粒子状物質注意報を発令した。インターネットコミュニティでも粒子状物質や黄砂関連の悩みを訴える声が続いた。あるネットユーザーは、朝換気しようと窓を開けたら、すぐに空気清浄機のライトが赤くなり、狂ったように稼働したと書き込んだ。また、他のネットユーザーは、肉眼で太陽を見ることができるほど空が白んでいると述べた。ネットユーザーは、中国初の黄砂が韓国に入ってくる流れが撮影された衛星写真と、ソウルハンガンの昨日と今日の様子を共有した。前日とは異なり、この日の写真のソウルは粒子状物質に覆われ、近くの建物の形も認識することができないほどだ。ソウルとインチョンの空気汚染度は世界最悪だということが分かった調査結果もネットユーザーの関心を集めた。世界の都市の大気質データを示す IQ Air によると、同日午前10時基準で空気汚染度が高い都市1位にソウル、2位にインチョンが上がった。中央大学病院呼吸器アレルギー内科の教授は、喘息、気管支拡張症、慢性閉塞性肺疾患の患者や高齢者、子供の場合、呼吸機能が低下し、呼吸困難などをきたす恐れがあるため、外出を控えた方が良いとし、やむを得ず外出する場合は、経費指数が高いマスクを着用することを勧めると助言した。教授は、屋内では予報を参考にして、粒子状物質の濃度が低い時間帯にのみ、少しずつ換気し、空気清浄機を使用すると良いと述べた。ここからは記事の補足。記事の中で大気汚染度を示していた IQ Air というところが2020年世界の大気汚染報告書というものを出しています。この報告書によると大気汚染が最もひどい世界各国の首都の中ではインドが1位になっています。インドは人口多密で環境保護政策が十分に機能していないため、首都だけではなく、インドの様々な地方、都市といったものが非常に深刻な大気汚染に見舞われています。そして今回のニュースで出てきた黄砂による汚染というものもあって、中国の北京は汚染首都順位は14位につけています。これは黄砂以外の時においても中国の大気汚染が深刻であることを示しています。そして今回は世界1位になった韓国のソウルなわけですが、年間を通してみると世界の中では汚染首都順位は33位になっていました。平均の微小粒子状物質 PM2.5 の濃度は 20.9 で、これは東京の約2倍となっています。韓国の首都ソウルは黄砂が来れば中国からの影響も非常に深刻であり、世界一の大気汚染都市になり、また黄砂が来なかったとしても常に東京の場合大気汚染が深刻であるということがわかります。黄砂による影響で韓国の首都ソウルが世界一の大気汚染都市として躍り出ているわけですが、残念ながらこの黄砂というものは韓国で終わるわけではなく、その後も日本海を越えて日本に飛来してきます。この健康被害についての話も少し見ていきましょう。黄砂とその健康影響について環境省がパンフレットを作成しています。黄砂は主にタクラマカン砂漠、ゴビ砂漠、そして高度高原などの砂塵が大気中に巻き上げられたもので、偏西風によって中国から韓国、そして日本へと飛来してきます。被害の大きさという面で言えば、発生源である中国の方がより大きな被害を受けるわけで、そこから距離が離れるごとに黄砂の量というものも減ってきます。ですから基本的には中国や韓国よりも日本の被害の方が少ないことになります。そして黄砂による健康被害について、主にはアレルギー症状や呼吸器疾患など、息を吸うからにはどうしても避けられない部分についての健康被害というものが今のところは指摘されています。またそうしたじわじわとした健康被害をもたらす以外にも、循環器系疾患を悪化させることにより脳梗塞での入院、心筋梗塞での入院といったものが増加傾向になるといったことも関連が報告されています。
日本にもかつては大気汚染というのは非常に大きな問題でした。大気も水も、そして土壌汚染なども深刻な状態が全国的に広がっていたのです。しかし現在においては環境政策というものが見直され、規制も強まりました。これに伴って環境汚染が起こる場所というのはどちらかというと、そうした規制に違反した業者が何かしらの悪さをしたからこそ起こるものがほとんどで、日本というのは人口が多い割には非常に汚染の少ない国になっています。しかしそのような状況と比べると、環境政策が不十分である中国や、また環境政策があったとしても守らない業者の多い韓国などにおいても、環境汚染というものがまだまだ深刻な状況です。ですから今回のニュースでは、黄砂が発生しましたよというニュースをもとにして、中国での汚染がひどいなという話は皆さんもすぐにお分かりかと思いますが、しかしその影響で韓国の首都ソウルが大気汚染1位になったというのは、韓国自身も非常に大気汚染が深刻であることを示しています。なぜならば発生源である中国からだんだんと距離が離れることによって、この黄砂による悪影響というものは本来であれば減少するはずだからです。ですから最もひどい場所はどこかといえば、当然のように中国の方が一番であるはずなのにもかかわらず、韓国の首都ソウルの方が大気汚染が世界一位になるというのは、もともと韓国がどれだけ環境汚染があるかということを示しているのです。そしてこのような迷惑な中国や韓国が大気汚染を排出している影響が日本にも健康被害をもたらしていると考えるべきです。距離があることによって被害は減少しているのは確かでしょうが、だからといってないわけではありませんし、それこそ個人差ということを言えば、東日本よりも西日本の方がこうした大気汚染の影響によってアレルギーや呼吸器疾患などが多いと言われています。日本の国内における産業構造などから考えても、東日本よりも西日本の方がより大気汚染が進んでいるとは考えられず、むしろ外的要因である中国や韓国の汚染物質が偏西風に乗って日本に降り注いでいることを考えると、距離から言っても西日本の方がより悪影響の度合いは大きいというのが自然な考えだと思います。最近は世界的な流れの中で、それこそ環境政策が最も重要視されている面があります。例えば脱炭素社会を目指すべきだといったことを声高に訴え、これに伴って炭素税などの導入なども盛んに議論されるようになりました。しかし現在の日本のことを考えると、そうした問題よりもまず目の前にあるこのような汚染物質の排出に応じた環境負荷税というものを世界各国に課し、そこで得られたお金というものを被害国に分配するような形も私は必要なのではないかと思います。皆さんはこのニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。